誰だお前。てめえ何者だ。万千が生村移りを指差しの知った。バシ。その言葉が終わった瞬間。鋭い平手が彼女の方を打った。一瞬でクラクラさせられた。何すんだよ。将来ようやく我に返った。立ち上がろうとしたが、別の護衛に腹を蹴られた。180の屈強な体が、その場に崩れ落ちうめいた。目の前の鬼のような二人の護衛に、万千は恐怖した。泣くことさえ忘れて、痛む方を抑え立ち尽くした。田中翔も心臓が止まった。軽蔑の表情で異様に大きく見える。雪村移りを見て、息を飲んだ。ここ数日は血だけだったからいいが、本当に手を出そうものなら、影で守るこの護衛たちが、一人でも来たら、腕も足も折られる。彼があなたに構わなかったのは、弱さじゃない。お前が汚いからだ。雪村移りは、千の前に歩み寄り、耳元で静かに囁いた。地面にひざまずく超雷を見下ろし、冷たく言った TikTok100 万人気だって。そう言うと、スマホを取り出し電話をかけた。数言話した後、振り返り田中翔の手を引いて外へ出た。そうだ。ちゃんと現場でも探せ。インフルエンサーはもう無理だ。雪村移りが去り際に、突然振り返り超雷に言った。超雷もようやく落ち着き、立ち上がり襲いかかろうとした。護衛二人に睨まれ、おとなしく引き下がった。笑えよ。どうして笑わない。お前ら天然コミュ障か。田中翔は、の前のクソカップルを、冷たく言い放った。すぐに佐藤健を一別し、雪村移りの背を追った。将来は我に帰り、将来は我に帰り、スマホで通報しようとした。だが雪村移りが田中翔を連れて、路肩のマイバッハに乗るのを見て、一気に萎えた。将来は根に不安を覚え、慌ててスマホを取り出した。自分のプラットフォームにログイン。驚愕した違反で停止されてた。3600年も。天地が崩れた気分で、呆然と立ち尽くししばらくして我に返った。なんでこんなことに。あのクソ女なんだ。万千は将来の停止されたアカウントを見て、100万のファンが消えた。呆然自失となった。二人の収入は配信と動画だけ。他の収入は一切なかった。毎日流行に乗りショート動画を撮って、そこそこ楽しくやってた。とっくに仕事って感覚は忘れてた。マイバッハの中で、佐藤健は助手席で落ち着かず、時々後ろの二人を盗み見た。さっきのが、お前の2ヶ月以上付き合った彼女か。後部座席で雪村移りが田中翔に尋ねた。声は相変わらず冷静で冷たかった。あの女だよ。あのクソ女田中翔と1週間しか経たずに、このインフルエンサーとくっつきやがった。田中翔が答える前に、佐藤健が我慢できず憤慨して代わりに答えた。お前の目は節穴か。雪村移りは愛を潜め田中翔を見た。田中翔は苦笑いし首を振った。この過去は思い出したくなかった。お前の口はそんなに毒なのに。俺と友達を言いまかすくせに。あの女の前では、にも言えないのか。まだ好きなのか。雪村移りが冷たく尋ねた。何を言えって。彼女の言うことは全部事実だ。田中翔は、超気味に笑みを浮かべた。もういい。その話はやめよう。社長どうしてここに。田中翔が雪村移りに何か聞こうとして。話題を強引に変えた。ここに住んでるのよ。雪村移りが答えた。社長。まさか雪村移りさんですか。まさか雪村移りさんですか。田中翔の呼び方を聞いて、佐藤健が落ち着かなくなった。はじめまして。私は雪村移りです。雪村移りは気前よく手を差し出した。佐藤健は喜んで握手した。ニュースでよくお見かけします。雑誌より実物の方が綺麗ですね。佐藤健は興奮気味に言った。ありがとう。
でも前に会ったことあるのよ。ただ思い出せなかっただけで。雪村うつりが微笑んだ。あった。どうして覚えてないんだ。佐藤健が驚いた。あの日誰かが、カラオケで女モデルを妻と呼んでた時。会ってるのよ。雪村うつりは何気なく、田中翔を一別した。田中翔は心臓が縮む思いだった。佐藤健は大雑把だったが、田中翔は手を蹴り飛ばしたい気分だった。もういい。黙ってろ。お前ここに住んでるのか。今日の飛行機じゃなかったか。佐藤健がまだ何か言おうとして、田中翔が目で制した。それを聞いて、雪村うつりは機嫌が良かったのに、急に寂しげな表情になった。窓の外の移り変わる景色を見て圧迫感を覚えた。どうした？数日会社に行かないで。潰れたのか？破産したのか？田中翔が驚いて言った。失礼ね。もう少しマシなこと言えないの。雪村うつりは彼を睨んだが、なぜか心が軽くなった。またここに来たの。雪村うつりが興味深そうに尋ねた。家を買うんだ。佐藤健が先に口を開いた。家を買う。お前が、ここで。雪村うつりは驚いた。雪村うつりの疑問の三連発に。雪村うつりの疑問の三連発に。田中翔は、まずく笑いうなずいた。そうなんだ。ここに物件があって。たった70万なんだ。二人で共同購入しようと思って。佐藤健ようやく今日の目的を思い出し、スマホで仲介に電話しようとした。お客様。あの家は一家心中したばかりです。その時、ずっと黙って運転していた運転手が口を開いた。一家心中。車内の全員が驚いた。ええ。2日前のことです。奥さんが夫に隠れて男を連れ込み、夫が不倫を現場で見つけ、怒りで妻子と愛人を皆殺しにし、自殺しました。妻子。田中翔が愕然とした。そうです。妻の家族全員が愛人を認めてたんです。夫だけが知らなかったんです。運転手の説明を聞き、3人は顔色が曇った。田中翔は胸が詰まった。自分の小さな浮気より、あの男は本当に大草原だ。まだ買いたいの？雪村うつりが田中翔を見て尋ねた。買うさ。買わない理由があるか。田中翔は、大ありと知りつつ、コイン投げで決めるのと同じだ。投げた瞬間にはもう、決めてるんだ。問題ありと分かっていても、佐藤健に連れられ見に来たかった。来る時に、自分を説得済みだったから。あとはただ葛藤を繰り返し、最初の決断に従うだけだ。そんな不吉なのに、まだ買うのか。雪村うつりは理解できなかった。家が俺の貧乏を嫌わないなら、俺が不吉がる筋合いない。田中翔は気にせず手を振った。唯物論者として、そんなの信じない。そんなに金が大事か。田中翔。最初は冗談だと思ってた。最初は冗談だと思ってた。でもお前金のためなら、本当に尊厳を捨てるんだな。尊厳。金がなくて尊厳なんてあるか。田中翔は冷笑した。餓死しそうな時に、誰かが粥をくれたら、感謝して書き込むべきだ。粥に砂が入ってると文句言うな。汚いって叫ぶな。もちろん。忘れてたよ。お前は高い立場の社長だ。そんなのわからないだろう。満線に気分を害されたせいか。田中翔は終始機嫌が悪かった。雪村うつりの説教に、一気に腹が立った。思わず飛び出した言葉に、雪村うつりは眉を潜めた。止めて。ここで降りる。雪村うつりが言う前に、田中翔が運転手に指示した。佐藤健が何か言おうとしたが、田中翔の目つきに、慌ててドアを開けた。去り際に死んだような顔の、雪村うつりに謝った。さよなら社長。田中翔がドアを閉め、
車の中の晴れない表情の雪村移りに冷たく手を振った。明日迎えに来るの。ドアが閉まると、後ろから静かで冷たい声がした。田中翔は答えず、静かに脇へ退いた。窓ガラス越しに、田中翔と佐藤健を見送り、雪村移りは微笑み、運転手に手を振った。田中翔は2日で三度、別れを言った雪村移りを見て、苦笑いし首を振った。何その顔。雪村移りの車が去った後、佐藤健がニヤニヤしながら見てきた。田中翔が驚いた。お前ら絶対おかしい。純粋に考えろ。家もう見ないのか。田中翔は分かっていた。田中翔は分かっていた。この数日のことを佐藤健に話せば、1ヶ月はうるさいだろう。そうそう。本題忘れるとこだった。佐藤健は急いでスマホで、仲介に電話した。しばらくして、佐藤健が青ざめて、田中翔の前に立った。家売れたって。マジで呪われてる。こんな家を買う奴がいるなんて。田中翔は、ここまで落ち込まなかった。小さい頃からラッキーなんてないし、自分に回ってこなくて当然だ。棚からぼたもちなんて信じない。もし落ちてきても、犬にも勝てないだろう。夕方、佐藤健は残業に戻り、田中翔は暇で、一人でぶらついた。明日小代に会うことを考え、散々迷った末、まともな服を買うことにした。見た目で幻滅されるのは怖くない。自分の顔には自信があった。でも2年以上のネット恋愛。やっぱりちゃんとしなきゃ。ショッピングモールは人で溢れ。田中翔は天下覗いたが、なかなか決心がつかなかった。普段は旧元旧の送料無料に慣れて、たまにモールに来ると逆に窮屈だ。ざっと30分見て回り、目の前にスーツの若者が現れ、田中翔の目を引いた。スーツ店に来て、店員が熱心に紹介した。こちらの名称が、あちらの名作が、田中翔はポカンとした。田中翔は全く詳しくなく、体に合うセットを頼んだ。店員の目は確かで、客を見て商品を決める。すぐにジャストサイズの黒スーツを合わせた。中に白シャツを着て、田中翔が試着室から出ると、店員たちの目が釘付けになった。人は服で変わるというが、鏡に映る貧乏臭さから、一瞬でエリートに変わった自分を見て、田中翔も心が震えた。まあ、この人かっこいい。店員たちは生まれ変わった。ハンサムな少年を見て、思わず小声で叫んだ。スーツの男をたくさん見てきたが、普通のスーツをオートクチュールに見せた田中翔が初めてだ。まるで彼のためのオーダーメイドのようだった。イケメン。そのスーツ、すごく似合ってます。店員が田中翔をまじまじと見て、心も震え、心からの賛辞を送った。この値段も心に染みるよ。田中翔は5桁の値札を見て、息を飲んだ。その時、真っ白な高級スーツの鈴木大樹が大股で入ってきた。社長。鈴木大樹を見て、店員たちが熱心に挨拶した。田中翔と目が合い、鈴木大樹もここで会うとは思わず、明らかに驚いた。田中翔はさらに興奮し、カモが手を振ってるように見え、すぐに愛想よく近づいた。社長。偶然ですね。店員の態度を見て、今日の副題が浮いたと確信した。田中翔。突然イケメンになった田中翔を見て、鈴木大樹は少し驚いた。この図踊りじしい態度がなければ、以前のダサいだらしない若者と同一人物とは思えなかった。今の気品ある田中翔と結びつかない。俺だよ。この店がお前のと知って応援に来たんだ。田中翔は平然と嘘をつき、ニコニコしながら手を握った。すみません。社長。
この方のお連れと知らず、店員が鈴木大樹に謝った。一人なのか。一人なのか。鈴木大樹は周囲を見回し、雪村うつりの姿が見えず、不思議そうに尋ねた。他に誰が。英説は一緒じゃないのか。鈴木大樹が興味深そうに尋ねた。もう海外に行ったよ。田中翔は笑った。海外。じゃあお前はなぜ行かない。それとも仲違いしたのか。鈴木大樹は驚き、いろいろ想像を巡らせた。仲違い。とっくに別れたよ。田中翔はこいつが雪村うつりに気があると知り、迷わず味方した。別れた。なぜだ。その質問に、田中翔はうまく答えられなかった。ただの3日間の契約交際だった。3日間彼女の演技に付き合っただけ。俺と彼女には共通の母親がいる。田中翔は考えて答えた。契約の話はさすがに言えない。何？お前ら近親者なのか。田中翔の答えに鈴木大樹は仰天し、信じられない顔で見つめた。俺たちの母親は中国って言うんだ。だから別れた。しかも彼女 B 型で。俺も B 型。子供が 2B になったら困るし。田中翔はまずそうに手を振った。この説明を聞いて、鈴木大樹はしぼんだ風船のようになり、困った顔で田中翔を見た。そんな顔しないで。本当に別れたんだ。チャンスだぞ。彼女を追いかけろよ。田中翔が冗談だと思ってるのを見て、急いでやる気を注入した。本当か。天地神明に誓う。日月も証人だ。100% 本物だ。田中翔はの場で誓った。じゃあ教えてくれ。どうやって追いかけるんだ。鈴木大樹は興奮気味に言った。鈴木大樹は興奮気味に言った。それ花。田中翔は困ったふりをして、スーツの値札を引っ張った。英説を落とせるなら、この店ごとやってもいい。鈴木大樹は田中翔の魂胆を見抜き、期待した答えをくれなかった。田中翔は眉を潜めた。こいつのお味噌食われたか。俺も雪村うつりを追ったことないぞ。筋書き通りなら、まずこの一着を無料にするはずだ。それから話を続けるもんだろ。店は結構だ。高すぎる。服だけでいい。田中翔はすぐに冷静になり、自分のスーツを整えた。内心焦っていた。こんなに暗示したのに。ぶん殴るぞ。その服はよく似合ってる。でも俺をカモだと思うなよ。鈴木大樹は急に真面目な顔になった。まさか。俺の中で社長はいつも。もういい。十分わかった。田中翔。俺はバカじゃない。田中翔が言い終わる前に、鈴木大樹が手を挙げて遮った。冷笑した。前に雪村うつりに一目あっただけで、1万も巻き上げられた。彼にとっては大した金じゃないが、今は雪村うつりがいない。田中翔にまた騙されようとして、それは許せなかった。彼女の前では大きく出られるが、カモにもなれるが、本当のバカじゃない。誤解だ。絶対何か誤解がある。社長を喜ばせたかっただけだ。田中翔は見破られて、慌てて手を振り真剣な顔をした。俺を喜ばせたい。いいだろう。入り口にピアノがある。弾き語りしてくれ。それで喜んでやる。それで喜んでやる。喜んだら、その服をやってもいい。鈴木大樹は冷笑し、店の入り口のピアノを指した。田中翔と雪村うつりの間に何があったか。わからないが、直接失礼にもできない。考えた末にこんな方法で困らせようとした。よっしゃ。ご覧あれ。誰かが払ってくれると聞き、田中翔は気として入り口へ。ピアノの前に座り、満面の笑みでうなずいた。鈴木大樹は眉を潜め、田中翔の余裕に、胸に不安がよぎった。指が鍵盤に落ちると、
美しい音色が春風のように広がった。通行人が足を止めた。スーツの気品ある。ハンサムな田中翔を見て、皆少しほうけた。中にはスマホを取り出し、田中翔を取りまくる者も。この男すごくかっこいい。芸能人か。確かにかっこいい。ピアノもうまい。通行人はみんな引き寄せられ、スーツ店の店員も神妙な顔の鈴木大樹と共に入り口に出た。前奏が終わり、田中翔は少し間を置き、歌い始めた。前奏だけで鈴木大樹は驚いた。彼もピアノに詳しかった。田中翔の演奏はマチュアじゃない。一気に不安になった。自分の足を自分で打った気分だ。その2文字が震えなければ。苦しさに気づかなかった。どう言い出せば。ただの別れ話だ。明日に望むものがなければ。手をつなぐだけが旅行みたいだ。ハスキーで少し枯れた声が、ゆっくりと響き渡った。周囲の目が驚きに変わった。通りすがりの人々も、急に足を止め、見物人の輪に加わった。法要が長く続かないなら、去るときに、楽しみながら、涙を流せばいい。10年前、君を知らなかった。君は僕のものじゃなかった。まだ同じように、見知らぬ誰かのそばにいた。だんだん馴染んだ街角を過ぎ、10年後は友達だ。その場の全員が目を見開き口を開けた。入り口の鈴木大樹も例外じゃない。後ろの女性店員たちは、うっとりと、ピアノを弾く田中翔を見つめた。澄んでいて少しハスキーな声。プロ級の歌唱だった。本物の感情が、聞く者の胸を打った。たった数フレーズで、多くの人の恋愛を表現し尽くし、涙する者も少なくなかった。カップルたちも固く手を握り合った。この曲は何度も聴いたはずなのに、田中翔の歌唱は心に刺さった。その場のみんなが叶わぬ愛を感じ、共鳴する切なさに包まれた。多くの人が涙で目を潤ませ、小さくすすり泣いた。君と長年友達になって、やっと分かった俺の涙は、君のためだけじゃない。誰かのためでもある。最後の一節を歌い終え、田中翔は苦い笑みを浮かべ、無意識に涙を拭った。この曲は自分への歌でもあった。この数日起きたことが、心を乱していた。今吐き出せて、気分がずっと楽になった。周囲は静まり返り、多くの人が複雑な感情に浸っていた。その場は完全に陶酔していた。一曲は絶叫もなく、ヒステリックにもならず、淡々と語られる物語だった。しばらくして、田中翔が立ち上がると、周囲に拍手が湧き起こった。拍手は鳴り止まず、田中翔も少し驚き、集まる人々を振り返った。イケメン。もう一曲。もう一曲。そうだよ。イケメン。もう一曲。歓声を聞いて、田中翔は驚いた。申し訳なさそうに微笑み、呆然とする鈴木大樹の前に向かった。社長、この服いただきます。鈴木大樹は固まったまま動けず、心の中で驚愕していた。恥をかかせようとしたのに、まさかこんなに才能があるとは。イケメン。知り合いになれますか？イケメン。LINE 交換しませんか？田中翔が店に入り、着替えを持って帰ろうとしたとき、数人の若い女性が追いかけてきた。期待に満ちた顔で連絡先を求めた。このうっとりした連中を見て、田中翔は眉を潜めた。昔なら絶対断らなかった。でも会いたくて仕方ない。小代との面会を控え、胸に罪悪感がよぎった。10秒間迷った末、仕方なくスマホを取り出し、数人の女性を追加した。お前、なんてことを。田中翔が LINE を追加するのを見て、鈴木大樹は怒り狂った。なんだ。お前も欲しいのか。田中翔はボケた。この服をおごってもらったし、
紹介しても構わない。英節が言ったばかりなのに。裏でこんなことして。死にたいのか。鈴木大樹は顔を曇らせ。目で殺せるなら。田中翔は100回は殺されていた。信頼ってものはないのか。彼女とは関係ないと言っただろ。お前が追いかけろよ。俺に構うな。田中翔は仕方なく首を振った。自分の着替えを持ち、出費を避けるため、数人の女性の食事の誘いを断った。鈴木大樹の複雑な視線に見送られ、スーツ店を大股で出た。団地に戻ると、もう7時過ぎだった。入り口の広場では、お年寄りたちが踊っていた。スーツ姿の田中翔を見て、みんなが熱心に声をかけた。おや、翔江ちゃん。最近彼女連れてないね。いいことあるんだろ。挨拶に行くのかい。そんなにかっこよくして。招待状忘れちゃダメだよ。そうそう。彼女を連れてきてから。もう何日も踊ってないね。懐かしい顔ぶれを見て。田中翔は普段から仲良くしていた。みんなと関係が良かった。今行くよ。だから彼らの言葉を聞いても気にしなかった。広場舞の王者として、臆するわけにはいかない。音楽が流れると、ニコニコしながら輪に加わった。田中翔が加わり、みんなが笑顔で彼のリズムに合わせて踊り出した。するとお年寄りの中に、スーツ姿で興奮したように、先頭で踊る田中翔が現れた。はおばさん。その動きダメですよ。銭おじさん。腕を振って。コミカルな曲に合わせて上手に踊る田中翔。時々後ろのお年寄りを指導した。普段なら何でもないが、スーツ姿の田中翔は、お年寄りの中でひときわ目立った。群を抜いていた。通りすがりの人も、ちらりと見れば、一発で田中翔が目に入った。20歳過ぎのスーツのイケメンが、平均年齢60超えの、お年寄りの中で異彩を放っていた。でも熱狂的に踊り、多くの人の目を引いた。中にはスマホで、動画を撮り始める者も、数曲踊った後、田中翔は汗をかき、名残しそうに家に帰った。シャワーを浴びてソファに横たわり、ぼんやりとよく眠ろうと思った。一方ワゴン車の中で、トップ女優の白慶が目を閉じていた。ここ数日いくつもの都市を回り、すっかり疲れていた。スーツ姿の大姉が、彼女の隣で、スマホを眺めていた。いいね30万超えの動画が画面に現れた。どこかのモールのようで、騒がしかった。最初は集団事件かと思い、好奇心で数秒止まり、何が起きたのか見た。するとレンズが、スーツを着た。ハンサムな若者に会った。若者は見事にピアノを弾き、熱唱した。白慶はマルチタレントで、彼女の長年のマネージャーでもある。音楽にも敏感だった。動画に雑音はあったが、彼の声は抜群の貫通力があった。余計な技巧はなく、実力だけで心に響いた。いい声だ。誰の歌だ。隣で目を閉じていた白慶が、前半を聞き終え、目を開けた。優しく疲れた声で尋ねた。知らない。顔はかっこいいわね。大姉がスマホを差し出すと、白慶が動画を真剣に見た。やがて動画が終わり、もっと見たくなった。でもこの声がどこか聞き覚えあり。歌手としてデビューした彼女は、音感が極めて鋭く、雑音があっても、歌への賛辞は変わらなかった。今の一般人ってこんなにすごいの？大姉が感慨深げに言った。白慶の美しい瞳に疑問が浮かび、大姉に動画を送らせた。一方、VIP 待合室の雪村移りは、鈴木大樹からの電話を受けた。電話口で鈴木大樹は、憤慨して田中翔の
悪行を告げ口した。田中翔が美人の LINE を追加したと聞き、雪村うつりは眉を潜めたが、何も言わなかった。英説。聞こえたか。あの田中翔がやりすぎだ。期待した怒りの反応がなく、鈴木大樹はさらに煽った。彼の邪魔をするな。わかったか。雪村うつりは冷たく返し、すぐに電話を切った。電話を切った雪村うつりは、胸がもやもやして、TikTok を眺め始めた。数回滑らせると、人気の動画が現れた。動画の中で、スーツ姿のイケメンな田中翔が、ピアノを弾き歌う姿を見て、彼女は体を震わせ、愕然とした。曲を聴き終えると、胸に切なさが広がった。他の人と同じように、田中翔の真心の歌に心を打たれた。彼の歌が上手いのは知っていた。一度しか聞いたことないけど、その後どんなに示唆しても、歌おうとしなかった。まさか弾き語りもできるとは。しかも完璧な調和。この動画の人気も頷ける。田中翔の熱唱を聞き終え、雪村うつりは長く動けず、長い迷いの末、LINE で田中翔にメッセージを送った。デビューするつもり。雪村うつりからのメッセージを見て、田中翔はポカンとし、黒人の疑問符スタンプを返した。あの女にそんなにショック受けたか。それともインフルエンサーになりたいか。雪村うつりは、彼女の影響だと思い、さらに尋ねた。俺宛てだって確信あるか。田中翔は、何が起きたかわからず。まあ、元気出せよ。でもインフルエンサーも悪くない。無能だけど、歌だけは聴ける。雪村うつりが頭を撫でるスタンプを送った。なんだって。インフルエンサー。やりたくないのか。働かずに得る人を作り、働かずに得たい人を騙し、本当に働かない人を養う。それがインフルエンサーだ。じゃねえ。雪村うつりはスクショを田中翔に送った。スクショを探しているとき、偶然また別の動画が目に入った。ノリノリの音楽に合わせ、田中翔がお年寄りと楽しそうに踊る。コメントといいねも数千あった。動画を見て、雪村うつりは顎が外れそうになった。見覚えのある光景とお年寄りを見て、微笑みがこぼれ、気分も良くなった。前に田中翔が広場前に誘ってくれた。消化に行って、冗談だと思ってた。まさか本当に踊れるとは。しかも見よう見まねでうまい。社長、そろそろ出発です。隣のアシスタントが涙を流さんばかりに。笑う雪村うつりを見て、驚いた。長年そばにいるが、こんなに笑う姿は初めてだ。雪村うつりが見ている動画。ただの若者が、お年寄りと踊ってるだけじゃないか。どこが面白いのかわからなかった。アシスタントに促され、雪村うつりは少し落ち着いた。頭の中は中翔のダンスでいっぱい。笑顔が絶えない雪村うつりに、アシスタントは困惑した。本当に多彩なのね。そんな格好で広場前。でもすぐに田中翔の言葉を思い出した。お年寄りを敬い大ごとにしろと。彼らが将来の義父母かもしれないと。それを思うと、雪村うつりは眉を潜めた。冗談だと思ってたのに、本当に実践してたなんて。ああ、忘れるとこだった。明日迎えに行くんだから、ちゃんとしないとね。雪村うつりがメッセージを送った後、胸に切なさがよぎった。スマホを長く見つめたが、返事はなかった。一方、シャワーを浴びた田中翔は、スマホを見ると連続メッセージがあった。雪村うつりのメッセージを見て、鼻で笑い、返す気も起きなかった。空気読めよ。広場間くらい自由だろ。いちいち嫌味を言う。旦那様。明日の夜8時に着くよ。第2ターミナルから出るね。もうすぐ旦那様に会えるかと思うと。
本当にドキドキする。旦那様。ネット恋愛の小代からのメッセージを見て、田中翔は機嫌が良くなり、目つきが優しくなった。彼女と話すと、いつも気分が良くなる。面倒な駆け引きがなく、とてもリラックスできた。一度も会ったことのない相手に、仮面をかぶる必要もなく、へつらう必要もなく、ただ純粋な絆があるだけだ。翌日、田中翔はチリンのバラを持って、7時半に第2ターミナルに着いた。ターミナル内は人で溢れ、何百人もの男女が出口に集まっていた。サインボードやポスターを掲げ、今か今かと待っていた。田中翔の目を引いた。ポスターの、青春で可愛い笑顔の少女を見て、田中翔は見覚えがあった。サインボードに白慶と書いてあり、ようやく理解した。ファンの出迎えか。でもこの可愛い女神にはピンとこなかった。たまに彼女の CM を見るくらいで。それだけだった。ファンじゃないし、芸能ゴシップにも興味がない。唯一興味あるのは際どい動画だけ。際どい配信者なら。田中翔は詳しかった。でもトップスターとなると、あまり覚えていなかった。でも白慶は確かにすごく綺麗で、好みの顔立ちだった。わあ、イケメン。白慶のファンなんでしょ。ファングループではなんて名前。これらのファンはほとんどグループで集まっていた。バラを手にした。爽やかな笑顔の田中翔を見て、女性ファンが熱心に声をかけた。すみません。違います。田中翔は微笑んで首を振った。違う。じゃあバラを持って何を待ってるの？女性ファンが疑いの目で見た。田中翔は冷笑し、脇に歩いていった。相手にしなかった。しかしこの態度が、ガラスの心を砕き、詰め寄ろうとした。田中翔のハンサムな、顔に冷たい笑みが浮かぶと、心臓が縮み上がり、言葉を飲み込んだ。なぜか、さっきまで穏やかだった少年が、今は目つきが怖かった。怒りに満ちた威圧感で、問い詰める勇気すらなかった。何偉そうに。白慶のファンじゃないなら、そんな格好をしてくるな。後ろからの罵声に、田中翔は呆れた。このバカを親に見せてやりたい。大スターはチャーター便かよ。そうだとしても、俺は CA を待ってるだけだ。ここに立つのは大スターのためか。田中翔がベンチで動画を見て、バカファンに苛立っていたとき、スマホが鳴った。驚いたか。雪村うつりからのメッセージに、田中翔は意味がわからず、黒人の疑問符スタンプを返した。まだ会えてないのか。雪村うつりが続けた。田中翔は眉を潜めた。前にサプライズがあると言っていた。まさか相手の顔を知ってるのか。そう考え、田中翔はな騒ぎがした。また黒人の疑問符スタンプを送り、返事を待った。おかしいな。帝国通りについてるはずだ。もう会えたはずだよ。雪村うつりがすぐに返した。で、田中翔は続けて尋ねた。驚かないの？お前のネット恋人が大スターだよ。雪村うつりがボイスメッセージを送った。興奮した声だった。どうして知ってるんだ？田中翔は鼓動が速くなり、隣の出口を盗み見た。中から人が続々と出てきて、ファンたちは、白慶をまだ待っていた。調べたからね。雪村うつりは当然のように答えた。田中翔の心臓が止まった。なるほど、彼女がサプライズと言ったのは、最初から、相手を知っていたのか。誰が言っても信じなかったが、雪村うつりなら信じるしかなかった。彼女は白との会話を見たことがあり、スマホも使ったことがある。調べようと思えば、絶対にわかる。頭おかしいんじゃないか。騙されるのが心配で、先に調べておいたの。お前のネット恋愛相手。
悪くないわよ。雪村うつりがまたボイスを送った。